皆様こんにちは、ガモルです。今回は映画機動戦士ガンダム先行のハサウェイキル系の魔女のネタバレありレビューをお届けします。先日ネタバレなしのレビューをさせていただきましたが、特に本作はモビルスーツの戦闘シーンがうまく一人称視点を織り交ぜていて没入感あふれるっていうこと、そしてハサウェイやギギの心の揺れ動きがセリフだけではなくて表情や仕草によって丁寧に描かれていること、この2つが特に素晴らしいと感じました。では実際のところ具体的な内容ってどうだったのでしょうか。ということで今回は物語の核心に触れる内容も含めてネタバレ込みで本作のレビューをしたいと思います。1、不完全な主人公ハサウェイと原作とは違うギギ。まず主人公ハサウェイノアについて考えてみたいと思います。本作を見てハサウェイの行動がよくわからないと感じた方もいるのではないでしょうか。リーダーとして組織を率いているはずなのにどこか迷いがある。一人の女性ギギの存在に心を乱され判断が揺らいでいるようにも見える。主人公として頼りない、一貫性がないと感じた方もいるかもしれません。しかしだからこそ本作の核心があると私は考えています。ハサウェイはマフティー・ナビュー・エリンという組織の顔です。しかし彼は最初からリーダーを目指していたわけではありません。本作の回想シーンでも描かれたように、ハサウェイは植物監査官候補生としてアマダ・マンサン教授の下で研修を受けていた時期にクワック・サルバーという人物と出会い、マフティーの活動に引き込まれていきました。そしてわずか短期間で組織の中枢に上り詰め、マフティー・ナビュー・エリンという象徴的存在と祭り上げられました。ここが重要で、ハサウェイは自らの意思でリーダーになったというよりもリーダーに仕立て上げられたという側面が強い。だからこそ彼の中には常に自分の判断は正しいのかという迷いがある。その揺らぎが作中の彼の行動に一貫性のなさとして現れているのではないでしょうか。さらにもう一つ忘れてはならないのは、ハサウェイがまだ完成された大人ではないということ。逆襲のシャアの時点で彼は13歳。そこから12年が経ち、本作の時点では25歳前後ですが、彼の精神は決して安定していません。ベルトーチカ・チルドレンではクエスを自らの手で撃ってしまい、その後悔の念が頭から離れず、クエスの亡霊に死者の世界へと誘われていました。本作は映画版逆襲のシャアの世界なので、直接的にクエスを殺したというわけではありませんが、自分がクエスを止めようとするも結果的にクエスがハサウェイをかばって死亡。そのため自らの行為が初恋の相手を殺すきっかけを作ってしまったという罪悪感に苛まれています。そのため実質的には初恋の人を自分が殺したという自責の念からは心が癒えておらず、彼の中には常に死と罪悪感がつきまとっています。だからこそハサウェイは迷い、ギギ一人に心を乱される。本作は等身大の傷ついた青年を主人公に据えた物語になっていると感じられます。その不完全さこそがハサウェイというキャラクターの魅力なのではないかとも思います。本作では肉欲という言葉がキーワードになっていますが、これは肉欲ある普通の一人の青年がクエスを殺してしまったという罪悪感から世界を変えなくてはならないという責務を負ってしまったことに対して世俗を表す言葉になっているのではないでしょうか。元恋人のケリアとの過去が一瞬映し出されていましたが、ケリアはただハサウェイと幸せになりたいだけだったのに、ハサウェイはクエスの負い目からマフティーとなり自分から離れていく。ケリアはハサウェイと久しぶりに会いましたが、マフティーの重圧から解放させてあげたいという考え。一方ケリアが食事をする音を聞いただけで耳障りに感じてしまうハサウェイ。こういった咀嚼音とハサウェイの嫌がる表情だけで2人の関係が終わりを告げていることを視聴者に一瞬で理解させるような試みがすごく印象的でした。ギギに関しても序盤はリゾート地のコテージで優雅にくつろいでいましたが、情報も統制された世界。香港に行ったら行ったでマウンテンウッデン伯爵に提供してもらった大豪邸で使用人をすぐにクビにして内装を総入れ替えするなど、愛人として暮らしていれば何一つ不自由しない世界でありながら、たった一人で寂しい人生になることを痛感する。そんな感情になってしまっていることがセリフ一つないのにはっきり伝わってくるんですよね。こういったセリフなしでも何を思っているのかはっきり伝わってくるっていうのが非常に素晴らしい作品だと思いました。最後は原作だと単にクスイがグスタフ・カールを殲滅してギギを捕虜にするというだけでしたが、
今回はギギがハサウェイにキスをするという演出に変えられていました。原作ではギギがハサウェイの元に向かうのはあくまで趣味からという印象が強かったですが、映画版ではギギがハサウェイに心から惹かれている、または救おうとするという描写がより強調されているように感じられました。ちなみにヘルメットの中が見えないハサウェイがレーンを殺そうとした時にギギが呼びかけて止めましたが、個人的にはこれが第3部の結末の分岐点になったんじゃないのかなと思います。というのが、原作では第3部でクエスから間違いで殺される方はたまらないよ、おいでよハサウェイというセリフとともに、右に左に大きく揺れるクエスの顔が左右に変形しながら言ったという描写があります。映画ではアムロがその描写を担っていましたが、その結果アムロの亡霊を振り払ったハサウェイがレーンを殺そうとするもギギによって止められました。つまりアムロから死者の世界への誘いを受けたハサウェイはいわゆる闇落ちして処刑ルートへ向かおうとしていたものの、原作と違ってギギが食い止めたという解釈もできるのではないでしょうか。原作よりもハサウェイ寄りの気持ちになったギギの存在が第3部でどう影響するのか非常に気になるところです。2、モビルスーツ戦の賛否。マーティは戦力に乏しいテロリストなので、奇襲が多い都合上どうしても夜間戦闘中心になります。そのため第1章ではモビルスーツ戦が暗くて見にくいという意見がいろいろ見られましたが、今作も暗めのシーンが多いのでその意見は一部から出ると思います。あとオエンベリでは虐殺された後なので人が殺されていったり、コヨーテか何かに死体が食われるっていったシーンもありましたが、そういう残虐なシーンを隠すという意味も含めて暗がりのシーンになっていました。映画館だと臨場感があって個人的にはすごく好きなんですけど、人によってはちょっと暗いと感じる人もいると思います。ただ戦闘シーンは一人称視点も含めて大迫力で素晴らしいので、ぜひ臨場感ある映画館で見るのがおすすめです。戦闘シーンはまず全体的に没入感がある上に、クシーはミノフスキーフライト搭載機ということで空中を縦横無尽に駆け回る姿が印象的でした。ただ一方で序盤のウェンベリ戦で新型というか旧型の M 型メッサーが登場しましたが、クシーが大きく活躍するあまりメッサーの活躍シーンが少なかったので、新型メッサーの魅力があまり伝わってこなかったなという印象を受けます。それと序盤のウェンベリ戦の後、終盤のアリゼウス戦まで戦闘シーンがなくて、中盤がずっとヒューマンドラマになっていたので、戦闘シーンが好きなガモール的には、バリアントを撃沈したところの連邦戦っていうのを少しでいいから描いてほしかったかなっていう気持ちもありますね。この点に関しては、原作と同じくケネスがレーンがマフティーの船を撃沈したと一言言っただけなので、終盤に少しでも入れてほしかったなっていう欲もありますね。とは言っても戦闘シーンはめちゃくちゃ完成度は高いので、何度でも見返したくなる面白さだと思います。あとトップガンが好きなガーモレとしては、序盤でギャルセゾンがバリアントをかすめて飛ぶシーンとか惹かれるものがありましたね。序盤からモビルスーツの重厚感とこれから迫る戦いへの高揚感を味わえて、非常に素晴らしい作りになっていると思います。3、ストーリーの改変。ストーリーは終盤まで原作にほぼ準拠して進んでいたと思います。驚いたのがジュリアのトップレスとかメイスがギギをビンタするシーンで耳元でピーすぎる卑猥な言葉を実際に言っていたところですね。さすがにカットするだろうと思っていた原作の内容を最大限可能な範囲で持ってきたっていうのは、原作リスペクトへの執念を感じられます。村瀬監督はやりやがったってことだ。終盤は大幅に改変され、レーンがアルゼウスで登場。ニューガンダムの面影を見たハサウェイは錯乱しましたが、ここでは原作との違いが明確になっただけではなく、ハサウェイがシャアの意思を継いでいるということがはっきり分かる作りになっていたので、ハサウェイがどういう思想を持っているのかも分かりやすいと思います。ただ難しいとは思いますが、本作はオエンベリへ行ったり、ギギは香港へ行ったり、バイノンハーバーやアリススプリングとかエアーズロックっていった様々な場所に移動ってするので、途中で地図は一応出てくるんですけど、表示されるのは一瞬だけなので、どのように移動しているのか、どこに何があるのかというのは初見だと理解しづらいポイントかもしれません。ただ本作は富野氏の作品でよくある噛めば噛むほど味を感じるスルメのような作りになっていると思います。一度で理解しきれなくても二度見ても三度見ても美味しい、そんな作品になっていると思うので、わからないところが出たら
調べてまた映画館で見ると非常に面白いと思います。ということで、キルケイの魔女ネタバレありの感想でした。ガモレ的な本作全体の評価としては、モビルスーツ戦も最高だし、ヒューマンドラマも面白いし、新たな見せ方をしてくれた最高のガンダム作品という印象です。ただ、そうは言っても終盤に戦闘シーンが一切ないので、少しでも挟んでくれたらもっとメリハリがあって良かったんじゃないかなという印象もあります。しかし、各人物の感情がセリフなしでも丁寧に描かれていて、どのシーンも見逃さない作りになっているので、何度も見たくなる素晴らしい作品だと思います。一方で、ガンダム初見の方だと、ハンドリー奥さんとケネスの関係のような人物相関が分かりにくいかもしれないという点とか、どこからどう移動して何をしようとしているのかが分かりにくいと感じる方もおられると思うので、ぜひ映画を見終わって分からないところが出たら、逆襲のシャアや世界観を調べていただくと、もっと見たくなる作品だと思いました。ぜひ皆様が感じたこともコメントで教えていただけたら嬉しいです。ちなみに第2部の流れやハサウェイ3部作の解説動画も出していますので、興味のある方はぜひそちらもご覧いただけたら嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。